ロケット風車で加速しています。プリミティアプレイヤーエールです。今回は高速ボートを作ってみようと思います。以前にも作りましたが、限界突破したモーターを使ってより高速で動かしてみたいので、うまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まず前回作ったセニアカーから両軸化した限界突破モーターを取り出したら、その下にぶら下がった箱型の操縦席を取り付けます。この操縦席にぶつからないようにプラスチックの板を円に沿うように貼り付けていきましょう。全体を覆うと前が見えなくなるので、ある程度隙間を空けて4セットくっつけました。こちらに20本のバッテリーを接続すると、おっと、操縦席を固定していなかったので、一緒に回り出しました。この状態でもそこそこ回転しています。そのまま少しずつ回転数が上がって、300rpm くらいになりました。もっと早く回るように操縦席を固定してもう一度回してみると、さっきより回転数が上がっていって 463rpm のところで頭打ちになりました。せっかく限界突破モーターを使っているので 480rpm の回転数の限界を超えてくれるように、もっとバッテリーを増やしてみましょう。20本のバッテリーのセットを10セット以上追加したので、20本以上のバッテリーがついているはずですが、残念なことに回転数は 463rpm と変化がありませんでした。処理が重くなりすぎてゆっくり回っているようにも見えますね。ここで試しにプラスチックの板の数を減らしてみましょう。しかしこの状態で回転数を測っても 465rpm とさっきよりも2回転しか上昇していませんでした。もったいない気もしますが、回転数は諦めて操縦のための仕組みを追加していきましょう。水晶や大鉄鋼、トランジスタなどを組み合わせて前回のセニアカーと同じように左トリガーで水晶を使った低速モード、右トリガーでバッテリーから直接電流を流す高速モード、両方のトリガーでコンデンサから電気が流れる高速モードになるようにしました。ちゃんと動作することが確認できたので、こちらを地面に下ろして早速乗ってみましょう。変わった形ですが、そのまま水上に移動してくるくる回していくと、回転のパワーで水面に浮かんで滑るように移動することができます。でも移動した先が行き止まりだったので避けようとしましたが、コントロールできずに壊れてしまいました。そこで重ねた軽量プラスチックの板を後ろに追加することで空力を使った舵にしました。これなら多少速度が出ていればある程度方向をコントロールできるようになります。そのままうまく操縦して広い海に出たので、目いっぱい加速すると秒速10メートルくらいまで速度が出ましたが、高速ボードにしては物足りない速度です。そこでもっと速度が上がるようにいろいろ試していきましょう。それぞれの板に水をかくための垂直な板を追加するとどうでしょうか。抵抗が強くなりすぎたのか、うまく回ってくれません。そこで板の幅を細くして3つ重ねたものを4セット追加してみました。しかしこちらもうまく回転しないので失敗です。3つ重ねた板を1枚に減らしてみるとどうでしょうか。今度はいい感じです。そのまま広い海に出てぐんぐん加速していきましょう。そのまま進んでいくと、明ら
らかにさっきより速くなりました。私の視線にして、速度を測ってみると、だいたい秒速20メートルくらい出せました。しかし、両トリガーを使った加速は、やっても意味がありませんでした。ここは残念ですが、さらに形をいじっていきます。小さな板を4枚増やすと、抵抗が強くなって動きません。結構デリケートですね。板を2枚減らすとどうでしょうか。なるほど。水面を滑るように移動することはできるようになりましたが、最高速度は秒速16メートルほどと遅くなりました。わずかな違いで結構変わるんですね。だったら大きな板を減らして4枚だけにしてみるとどうでしょうか。これだと浮かぶ力が足りないのか、沈んでしまいます。その後も板の数を調整していって、ちゃんと浮かんで移動する対象の数になるようにしましょう。このくらいが最適みたいです。このまま広い海に向かっていって、速度を測ってみると、最高速度は秒速21メートルと、少しだけ速くなってくれています。でも、高速と呼ぶにはまだ物足りないので、特に意味のない加速装置を取り外して、代わりにロケットエンジンを追加してみました。重量は重くなりますが、両方のトリガーを握れば、ロケット噴射で加速できるはずです。このまま海に向かうと、ロケットエンジンの重さのせいか、後ろに傾いてしまって、スムーズに進むことができません。これを防ぐために、燃料をつける位置を下に変えましょう。これならどうでしょうか。燃料が地面に擦れて抵抗になるので、地上は噴射させながら進みましょう。水上に移動することができれば、燃料が浮き輪代わりになって、いい感じに進んでくれます。そのまま広い海に出たら、一旦止まって加速していきましょう。止まると沈みますが、右トリガーで板を回転させていると、少しずつ浮かんでいって、水上を滑るように動き出します。ここでロケット噴射して加速しましょう。明らかに速度が速くなっています。それほど持続時間は長くありませんが、ちゃんと高速で進めたので、高速ボートは完成です。カメラを固定して、旋回制度を見てみましょう。高速ボートだけに、高速域だとなかなか旋回できませんが、速度を緩めれば、なんとか U ターンすることができました。ここで両方のトリガーを引くと、ロケット噴射で加速しています。結構迫力がありますね。後ろにまっすぐ流れるロケット噴射の軌跡が、なかなかかっこいいです。私の視点にして、速度を測ってみると、ロケット噴射を使わない状態では、秒速13メートルほどと、そこまで速くないですが、ロケットを噴射して加速していくことで、ぐんぐん速度が上がっていきます。そして、燃料がなくなる頃には、秒速35メートルくらいと、かなりの速度が出ました。その後は燃料の分軽くなるので、電力だけで移動する速度も、秒速16メートルくらいと、少し速くなってくれます。そして左トリガーの低速モードでも、秒速11メートルほど出るので、十分実用的です。それでは最後は、こちらの高速ボートに乗って、行けるところまで行ってみましょう。広い海に出たら、早めに燃料を消費することで、船体を軽くして、距離を稼いでいきます。そのままかなりの距離を進んで、向こう岸が見えてきたので、砂浜から上陸しましょう。勢いに乗ることで、いい感じに上陸できました。それでは、海上を長距離移動して、お腹も空いてきたので、スライムを捕まえてきて、燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火を
けます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので、食べてしまいましょう。もちろん、今回頑張ってくれた高速ボートさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったら、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなど、コメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、まー